こんにちは。グラデーションカラーが素敵な毛糸をゲットしたので、それを使って半袖のセーターを編んでみました。この動画はそのパート1になります。裾部分と、身ごろの模様の部分を編んでいます。よかったらご覧ください。はい、ではまず、使っていく毛糸をご紹介しますよ。はい、します。これとこれこれとこれじゃないのよね。まずこっちからいきましょうか。ベースになる方の色がアトレという毛糸にします。いつもねご読み方がわかんないんですよ。大変なピント合ってないのかしら。アイブトゴーブトタイプでこういうバーコードなんですが、パンドラハウスで、セールでいつか買ったものです。ロットナンバーが3、ロットナンバーとカラーナンバーが3で、ポリエステル 100% の毛糸です。1玉につき 30g、83メートルほど入っているらしいです。で、かぎ針の推奨サイズは4号ってなってますね。はい、このちょっとやっぱり言われてる通り、ちょっと気持ち光沢がかってて、で色のジャンル的にはベージュですよね。でもう一個がこれグラデーションウールのこういうバーコードでして、じゃあみんな大好き五商産業、毛糸雑貨ストアーズさんの方で買いました。でカラーナンバー1、こういうね赤からオレンジ系夕焼け系の色です。でこっちはウール 100% で 40g、59メートルぐらい入ってるそうです。でかぎ針は6号から7号で、太い方に合わせていきたいので、6号かな、6号でいってみようと思います。 3.5 ミリです。でこの2つでまず、裾のとこから始めたいので、裾はねこっちでいこうと思います。裾とか襟とか、あとこのアクセントになるパターンっていうほどじゃないけど、なんかちょっとこの色合いで柄っぽいものを入れたいなと思っています。で最初の下の裾のところはシングルクロシェ細編みのバックループオンリーのやつでいこうかなと思ってます。なので、下だけはこうやって編んでってこんな早く編むことない、こういうギザギザで編んできて、あとは下からこうやって今度横に行く編み方にしようかなと思っています。これは中からでいいのかな。今このラベル取るときに多分一緒に引っ掛けて出してくれよかったのかな。どこですかと。結構でかく出た。でイメージは、横幅は40センチ ×2 で、今回は本体の編み方をぐるぐる編んでいきたいので、ここもついでに一気に40センチ ×2、80センチ分を編んじゃおうかなと思ってます。で裾の高さは5センチぐらいにしようかなと思っています。でまずチェーンから始めますよね。はい、チェーンなのでこの編み方持ち方とか言うか、言おうとすると途端に分かんなくなるあるあるありますよね。右手で編む人は左手に糸を絡めたいので、私は人差し指にピンと立てて、本当にで親指と中指で押さえて、かぎ針を下から当ててくるんと刺してます。でくるんとしたら上から糸引っ掛けて抜きますとか言って、この今作ったこの輪のところに抜くと結び目ができるので、ここから始めていきます。今のこの9のところは何も数えないです。でだいたい5センチになるぐらいにね鎖編みチェーンをしていきます。チェーンは、さっきと逆かな、針を上にして上下くるんって感じ。上下くるん、こんなもん 1,2,3,4,5,6 ちょっとねなぜかメジャーが見当たらなくって、これしかないんですよね
本気のやつ、家の採寸とか測るやつしか今手元になくって、どこ行っちゃったんだろう。もうちょっとか、もう2、3ね。こんなもんので、ちょっと今日はこの巨大なメジャーでいかせていただきます。これにしよう。1、2、3、4、5、6、7、8。8目でやっていこうと思います。で8目とは別に、立ち上がりとして1目編みました。合計やったのは9目ですね。でここから、バックループオンリーのシングルクロシェをやっていくので、バックループっていうのはこうやって見た時の左側ですね。左側だけ取っていく線法の編み方です。でこの左側一歩だけ取ってシングルクロシェ細編みをします。1個だけ取ってくぐらしたら、シングルクロシェ細編みは糸をこうしてしか言えない。2本一気に取る。奥の1個だけいったら、この糸をなんて言ったら伝わるんですかね。こういうのってさ、覚えちゃうともう伝え方わかんなくなっちゃうんですよね。こうやってかぎ針に引っ掛けてくぐらせて持ってくる。次も1回下からかな、持ってきてくぐらせる。入れて、この勢いでこうですね。こういうことじゃないです。ここから入れたら、この下から引っ掛けて、下から引っ掛ける。入れたらこの勢いのままここまでいく。この1回だけやるのがシングルクロシェですね。あっという間に最後の目まで来ました。一応確認すると、1、2、3、4、5、6、7、8、8目 OK です。そしたらこの8目とは別に立ち上がりとして鎖編み1個をします。でひっくり返す。ひっくり返して今度は来た道を帰ってきます。でひっくり返すのは、自然にひっくり返せる方。こうやってひっくり返すそういう人もいるのかな。私はねこっち派なんですけど、考えたこともなかったな。いや、かき針始めたては考えたはず。ひっくり返すってどっちに行くんだろうって。でも今自然とこうしてますね。教えてください。なんかどっちでもいいのか誰に聞いてんだろうって感じですけど、私はこっちで行きます。でも要するに今度裏を見て編んでいくっていうことなんですけど、でね、相変わらずピントは合ってないんですよね。でさっき言った通り、またこの、バックループ奥の半目だけをひたすら取ってきます。こうやって2つのとこにくぐらせるんじゃなくって奥だけ入れる。で、最初のこのちょこんってなってるのはさっき作った立ち上がりとしての鎖編みなので、ここはやらないですので、慣れない場合は最初の目にねマークしとくと、さっきしとけっていうことなんですけど、これとの区別がついていいと思います。で8目なので最初と最後両方にしましょうかね。1234567このね最初と最後がね結構潰れやすくなるので、特にこことここ最初と最後だけしておけば、大丈夫かなと思います。でバックループオンリーなので、さっきも言った通りここだけ取って1本だけに針入れてシングルクロシェで、またクリップ移動させときます。次の目にね、こうやって編み地を立たした時のこの中指側に来てるここの1本だけを拾うのがバックループオンリーです。7で最後8、そしたら8も移動して、で、クリップを移動するときにバックループオンリーの場合は今のこの手前また新たにこのね鎖っぽい V の形ができてきたんです。この手前のとこに引っ掛けておくと次ひっくり返してもまた来た道行くので、こう
ひっくり返すとさっき手前だったのが奥に行くじゃないですか。なのでここに入れればいいんだなっていうのが分かって便利だと思います。で今立ち上がりのチェーンしました。でここ今クリップ入ってるところにシングルクロシェやったらすかさずこの手前側にクリップつけとくと後でどこに入れればいいか分かって便利です。3、4、5、6、7、そしたら最後8と、おいしょ、8、はい。取ったらまた手前に入れる。もう一回ぐらい繰り返そうかな。で立ち上がり1します。でひっくり返します。立ち上がり1は別にひっくり返す前でも後でもどっちでもいいと思います。立ち上がりって言ってるだけあって高さを出すためのね次の段につながる高さ用のチェーンなので高さが出りゃいいんですよ。乱暴な言い方しちゃいましたけど。でずっと取るところはこうやって、編み地を上から見てこの2本の方の奥でね、やっぱりこうやって最後の目が潰れがちなので、クリップはつけといた方が無難かなとは思います。もう一段だけいくか。で立ち上がりしてひっくり返してつけたばかりのクリップのところに入れて手前につけ直しでまた1本だけ拾ってっていうのを進めていきますね。なんか色が変わってきましたね。オレンジ系が出てきた。で最後今クリップ入ってるところに入れてこうで最後の目終わったら手前につけ直す。はい。で繰り返していくとこういう編み地ができるんですよね。交互にやってるので表も裏も同じ編み地ができるんですけど、これがねこうちょっと伸びていわゆる、一般的なセーター市販のセーターとか棒針編みで編むセーターのこの下のリブっぽい編み地ができるのでこの編み方で、80センチかなり伸びると思うので80センチいかないぐらいでもいいかな。この状態で80センチ目安にひたすらやっていこうと思います。で万が一この糸がね私この糸計算っていうか糸の何が言いたいかっていうと万が一この糸が終わったりとか切れたりとかあったら糸のつなげ方をご紹介しようとは思います。終わるかまでやってきます。はい、しばらくやってきました。でまだ糸は残りましたね。で一応、往復というか前身ごろ後ろ身ごろの分両方編んできてで編みながらいろいろ考えた結果結局114段やってきました。いろいろ考えてねいろいろ考えたんですけど114段にした理由としてはこれからやるボディでやる身ごろでやる、模様編みを6の倍数にしたいなと思って6の倍数になるように、そしてなんとなく裾のところは80センチぐらい、前40センチ後ろ40センチぐらい欲しいなと思ったので、そこになるぐらいにしました。ちょっと短めでねかなり伸びるのでね裾部分は、ちなみに36、7センチぐらいかな。で合計でとか測るのめんどくさがってます。すごい粗い測り方ですけど、77、67センチぐらいになってます。で伸びるのでここは伸びるので服をねこうやってとか言って見えてないんですけどこうやって上から着た時に胸の部分が入ればいいので、一番、肩幅でも何でも一番広い部分が入ればいいので不安であればここ仮止めして上からかぶってみてっていうのができるかどうか
で、はい。でも私はできそうだなっていうことで、繰り返しですが、114段で80センチいかないぐらいにしました。ただ、伸びるので、伸ばしたら余裕でいきます。で、ここから、もう一個の糸。こっちのアトレに、付け替えてやっていきたいんですが、まずここ合体させるか。で、これも走り書きなのであれなんですけど、なんかね、ハートを入れた模様をやりたいなと思って、これ全然決まってないから、最終的にすごい見づらいんですが、前と後ろでこういう感じにしたいなと思ってます。これがフロント、前身頃部分のこの裾があって、この腰回りに来るこういうデザインを作りたくって、後ろはこういう感じでちょっとハートを入れたいなと思ってます。色はね、これ適当です。で、自分のこれに従ってやってみたいんですが、こう置くとこっちにピント合っちゃうかな。とりあえずいくか。で、110、これがね、4段目なので、ここからつなぎます。グラデーションが可愛く出てきました。ピンク、オレンジ、ピンクみたいな感じで。で、毎回忘れちゃうんだけど、どうやってつなげるといいんだっけね。はい、整理して、頭も整理してきました。今回はスリップスティッチでつなげようと思います。はい、で、今回はっていうか、だいたいスリップスティッチでつなげてますが、一応立ち上がりはしようかな。で、ねじれないように、このね、パールがついてるのが、一応何段目かってマークしたんですけど、これをね、完全に内にしようかな。内側にして、つまりねじれてないことを確認して、で、両方取ります。これ、2本両方とも取って、こっちはまあチェーンなんですけど、チェーンも2本取ってるイメージでいこうと思います。で、引き抜き。2個目も2本取って、こっちの鎖編みのところも2本。鎖編みっていうか、ファンデーションのとこですね。もう2本。全部見えるループを2本ずつ取っていこうと思います。で、まあ8目なのですぐですね。ここのクリップも取るか。で、最後両方とも取って、ちょっとまたキュッとしとこうかな。はい。で、つなぎました。で、つなぐと、両方取ってるので、こっちちょっとボコッとしちゃうんですが、まあこっちにすればどうでしょう。パッと見そんなにこう流れが他と違わないかなと思うので、こっちの方を表にしてね、今ひっくり返して表にして、で進めていこうと思います。で、ここからが模様編みします。114段作ったので114目入るようにしたいと思っていて、でね、まあ基本的にはシングルクロシェでいくんですけど、どうしようかな。編み方を言うか。私のお気に入りの編み方の一つ、この編み方を使おうと思います。VV 編み。VV 編みとかハート編みとか、私が勝手に呼んでるんですけど、シングルクロシェ、細編みの通常よりも、ちょっと違うとこを取ることによって、こうやってね、ハートが連なる感じの模様ができるんですが、これを使っていくと、目がね、割と縦にピーッと出るので、これでこういう模様だったりとか、こういう模様がそんなに斜めになったりとかせずに、このハートもね、こういう模様でいけるかなと思うので、いこうと思います。私もこれを見ながらいくんですけど、その前に1段、下地としてシングルクロシェをこの縦の部分ですね、やっていこうと思いますので、これに切り替えます。ちょっとこれを出していきますね。はい、こっちのアトレの方の糸を中から、出してきました。糸端をですね。で、まず114目をやっていくんですが、まあやりながら説明するか、そんなことができるのか私にっていう。まあ、糸は普通に変えちゃいますね。
この糸は一回放置してちょっと後で上げるかどうかを考えます。で最後の段と最初の段にマークしました。でこの1段につき1目を拾っていくだけなので、まあそんなに、ややこしいことは最初はしないつもりです。でシングルクロシェもね普通にやってきます。で張り出したので後ろに糸当てて最初くるんでまとめといて、全然糸のタイプが違う。こっちはなんかすごいトゥルトゥルしてます。で今ここからこの立ち上がりのとこにシングルクロシェします。ちょっと巻き込んで飛んじゃった。クリップクリップすいません。これ1目目で、次は今ここの段、この兵隊細編みの後ろの目、ここにの段を今取ったので、次は、ここの段を取りたいんですよね。なので雰囲気で取っていきたいんですが、あんまり1本だとちょっと心もとないので2本取れるかな。でもあんまり逆に奥に行くとこれがね、これ1本しかないんですけど、ここがね、かといってここ取ると取りすぎなんですよね。深くなっちゃうので、ここは1本でいいかな。いや、どうしようか。この次ここだから、こっちか。このごちゃっとしてるところを2本取って、で次もここのごちゃっとしてるところ、この1本の手前のところを取って、ごちゃっとしてるところを取って、こう、どこを取ってもいいと思うんですけど、ガタガタしないようにして、で段数がね、1234567、ここら辺取ろうかな。正確に1段目取れなくても、このデコボコにつき、このデコボコにつき、2目取れたら大丈夫かなと思うので、この感じで、ここのなんて言えばいいんだ、このブロックにつき2目取って、このブロックにつき2目取ってっていう感じでやっていくと、段数崩れない、目数がね崩れないと思うので、これで114目をやっていきます。でこれやりながらね、ちょっと次のことをお話ししたいんですが、次がね、模様編みをしたくって、で模様編みのね、どういう編み方かお伝えしたんですけど、ダメだな、喋ってたらやっぱダメだ、止めますよ。この編み方ってまっすぐ行くのが利点なんですけど、気になるところはちょっと2個あって、1個はぐるぐる編みでしか生み出せないんですよ。こういってこっちに帰るんじゃなくて、ずーっと同じ方向に行かなきゃいけないので、なのでこれ今、つなげて作っちゃいました。ぶっちゃった。ただ今回セーター作りたいので、一応半袖セーターにする予定なんですけど、半袖セーターってね、もちろんここね、手通さなきゃいけないとこあるから、いつまでもぐるぐるはしてらんないですよね。なのでここら辺で一回編み方をどうするかっていうのが一個懸念点。もう一個はこれもね後でもう一回やればお分かりいただけると思うんですけど、ちょっとね一個下の方を取る編み方なので、普通のシングルクロシェよりも固めになるんですよ。でなおかつこういうとことかはもうこまめにこれに変えてこれに変えてっていうことをするので、糸をね、なんていうの、引き連れてく仲間みたいな言い方しないですよね。糸をそのまま持ってくんですよ。から二重になるし分厚くなるしっていうところで、果たしてゴワゴワしないのかっていうのも気になってます。やってみます。でちょっと今の作戦としては、この糸自体は結構柔らかいので、いけたら全部それでいくし、ちょっと結構とか結構ゴワゴワしちゃうなってなったら、模様じゃないところは
違う編み方にして、でまた模様のとこだけ、気持ち分厚くさせてっていうことを今考えてます。とりあえずやってみます。繰り返しですが、なのでまずこれで1周114目入れていきます。114目1周してきました。でこれが今最後の1目で、最初の1目につなげるところなんですけど、これからやっていくこの編み方ね、この編み方はぐるぐるいくので、今までもぐるぐるしたんですけど、引き抜きと立ち上がりはなしでいこうと思いますので、ここまでいったらこのまま次の目に入るんですが、ここからもう編み方を変えていきたいっていうことなんですよ。で編み方はシングルクロシェは変わらずシングルクロシェです。ただ普通だったらちょっとクリップ入ってて分かりづらいですけど、この上を見てね、この2本を拾う、これが通常のシングルクロシェの位置だと思うんですが、ここではなくこの下を入れてきます。で今ちょっとこれがね引き抜きなので関係ないんですけど、ここのね下のこうやって見ると、これね、これのちょっと分かりやすいところで言ったら、ここのね間をグッて入れていくんですよ。この2本を拾うんじゃなくて、その下って言えばいいのかな。そうすると出てくるところがこれ、私は兵隊と呼んでるこの細編みの裏の頭足って考えてて、この頭の下から出していきたいんですね。なのでちょっと今サンプルで変なところでやりますけど、ここに入れたら、ここじゃなくてこれだと2本になっちゃうので、この間に入れて、この頭の下、ここです。こうやって見ると、ちょっと今潰れちゃってるけど、2本ともう1個すいません、頭の下に入ってるんですよ。でなおかつその中でもここ入れて、後ろ見るとね、この頭持ってって、私はこの人という字はみたいなところ全部左に寄せてる、こっちから見たら右に寄せてる状況で取ってます。これをこう真ん中、ここかき分けることもできるんですよ。この足の間をね、失礼しますっていう感じでここに行くこともできるんですけど、こうではなくて、この足を片方に寄せてここにしてます。そうするとこういう感じでこっちの線が揃うんですよ。なのでこうちょっとバシッとねかっこよく決まるかなと思って、このやり方にしてます。別にねここでもいいと思うんですよ。この足の間から出してもいいし、逆にちょっとやりづらいけどこっちに寄せてもいいのかな。これはちょっと難しいかでもいいと思うんですけど、ずっと同じところから出すのが重要かなと思います。でこの編み方の注意点は、優しくきつくすると後の段がきついので、今早速1目目に行きますが、1目目だけここにねちょっと糸を引っ掛けてるので、これは違いますね。これが1目目、ここに入れて早速キュキュッとなってるここ、後ろを見て、これが頭なんですよ。でこれ以上寄るとなんかブレちゃいそう。今ね足の間に出ちゃってるので、ここではなくちょっと一回撤退して、この子をちょっとカリッと横に移動させて今出してきました。頭がねこっち側に来てる状態です。でやることはシングルクロシェ、細編みです。でこれを1目目にします。で引き抜き立ち上がりがなくてぐるぐる編んでいくので、逆にこのマーカー、私の場合クリップですけど、ゼムクリップをつけとかないと、どっから段数が変わってるか分かんなくなります、私の場合は。で1段目はこれね、これの今ここをやってるだけなので全部ベージュです。ベージュをこれまた1目目ずつこの中に入れて、後ろは寄せて、で優しい気持ちで引いてくるっていうのを114目円にこうやっていこうと思います。こういう感じでね
この一段をすっ飛ばしてね、いきなり模様というか、このね、こういうの入れてってもいいと思うんですけど、なんとなくこの形で慣らしで入れた方が綺麗かなと思って、一個余計に入れてます。いきなりだとね、ちょっと取りにくかったりもするんでね、この最初のシングルクロシェだけだと。慣らしも込めて、このハート編み、VV 編みを一周入れていきます。なんかこのベージュがね入って、この色が際立ってきましたね。で、可愛いわ。なんかこれカラフルなのって、なんだこれは10かな。カラフルなのってベーシックな白とか黒とかベージュとかが入ると急に引き立ちますよね。それがすごい好きなんですよね。だからね、永遠にね、こういうベーシックカラーと派手なもののこうボーダーのニットとか同じのばっか作っちゃうんですよね。はい。では今度こそ一周していきます。一周またベージュでやってきました。模様編みの1段目が終わりっていうことですね。で、今これ最後の目に入れてて、しつこいようですけど、最初と最後の目はもう、引き抜きとか立ち上がりとかなしでいくので、いきなり次の段に行きます。で、次の段から、とうとうちょっとずつこのピンクがね復活するんですけど、ちょっと寄ります。なんか裏の関係ないのがつっちゃってる。次からこのジグザグっぽいこの波っぽい模様を入れてきたくって、今この17って書いてあるのが要するに2なんですけど、2段目ですね。最初だけ4回ベージュやって1回赤入れて、あとは5目1目5目1目のスパンでずっといきますで、最後だけ最初の4目プラスこっちはね最後1目だけベージュが戻るんですが、それはまた最後でお伝えします。なので今これ最後で、最初の目だけねやっぱきつくなりがちなんですよね。なんですが優しい気持ちで編んでくださいね。この引っ張られてこのちっちゃいこの中に入れます。なんだこの毛はいらないな。ここ入れて、裏はツルツルするな。これ頭の下で足は左に置けました。で、これ1目目で、2目目も一緒ですね。この三角足寄せて2、足寄せてます。3回で4回目の最後で糸を変えますね。足を左に寄せてます。で、このシングルクロシェこのとこでこのオレンジを入れていきます。ちなみにこのオレンジは1回結局切っちゃいました。で、これてるてる坊主みたいな、すごいロービングヤーンってこういうぶっとかったりね細かったりいろんな分厚さが出ますね、厚さがね。で、ここで糸を変えて、でここからは、ベージュは使っていきたいのでそのまま持ってきたいんですよね。よいしょ。でこっからはとか何回も同じこと言ってますけど、ずっとこの赤も沿わせていきたいので、そういう意味も込めてそういう意味で分厚くなっちゃうと思います、より。一応こうしようかな。今このベージュは下に落としちゃいました。1目なんでね。で、この赤って呼びますね。赤で1目なんです。1目だけなので、この引き抜く時にもうまたベージュ持ってきます。で、またベージュで今度は5回ですね。で、このちょっと難易度が上がるのは、このベージュ入れつつこの赤は後ろに沿わせてます。で、ベージュの方が細くって、たまたまこれがなんか猿の尻尾みたい、ドラゴンボールの孫悟空の尻尾みたいに分厚いので、ちょっとねこうやって見えちゃうんですけど、これがね、これはもうご愛嬌でいこうかなと思います。1、2、3、4。よいしょ。
4回でこれ5、はい、1234回やって赤1回入れて1234やって最後の5目目の時にまたオレンジにしますのでベージュ落としちゃいます。で赤、赤じゃないですけど赤で次の目に赤ここまでいったら落としてたベージュ拾ってこういくでまたベージュで5回オレンジは沿わせます。2回あともう1回ぐらいやろうかな。もうワンパターンぐらい1234で最後の5目目でこの時にここに行くんじゃなくってベージュ落としてなんだっけこれ引き寄せじゃなくてなんて言うんだっけこれ一緒にやってきた引き連れてきた違うなんか言い方あるんですよね。一緒に来た出てこない、オレンジに今変えて1235ですね。で次の6目目このページはいいや沿わせてきたかでこうでまたページに戻してこういう感じでいきます。そうするとこうやってねたまにこう赤オレンジが出てきて可愛いと思います。で後ろは、このオレンジをねずっと沿わせてる状態でページは落としちゃってるんですけど沿わせずにね、1目なので落としても問題ないかなと思ってます。この作戦で、ずっと行ってこの辺かな一周したところでお会いしましょう。はい、ぐるっと一周してきました。ベージュ5目そしたら赤オレンジ1目入れてまた5目っていうのをずっと繰り返してきて、今最後のとこ来ましたね。これ最後の目のマークでこっち最初の目で今オレンジやって、最後ここ1目だけベージュが入れば終わりになります。そうすると最初の目は12344つでスタートしたので4つと1で他の5目の秋と合う感じになりますので今、オレンジやってもうベージュの糸に変えてあるので最後ここですね。最初と最後がねどうしても入れにくいのでこの V のこの間に入れて後ろはここですね。でオレンジをまたこう一緒に上げてこうで最後は今完成しましたと。でこのまま3段目に行こうと思います。今ちなみにこの最後の2目目のところがここですね。オレンジやってベージュで終わってでひっくり返してまたこっちを見るんですけど3段目また寄りますね。16って書いてありますけど今度は3個入れて1個また1個でまた1個っていう31113111の繰り返しですのでさっきよりちょっと複雑になるかな。だからとか言って余計後ろがちょっとゴワゴワしそうですね。でまず3かクリッとでここら辺の糸端はちょっとややこしいので全部これじゃなかったとか言ってこのオレンジは沿わせるようなのでベージュですね。このベージュを取って1回目次このまだベージュ、ここ今だんだんとこう高さ出てきましたね。ここに入れて後ろは今足の間に出ちゃったので左に寄せないこうで2目目なんかこの子も一緒に来ちゃったけどこれちょっとよくないで最後3目目ここ入れて後ろは寄せてこうで3目目をやるときにベージュじゃなくってオレンジベージュはちょっと気持ちだけ引っ張っておきますね。でオレンジで、ここの両端にオレンジくる感じですね。このベージュにだんだんとね後ろも
オレンジ沿わせてきてるので、これすごい邪魔だ。沿わせてきてるのでちょっとややこしくなってるんですけど、見えづらい。ここだ。はい、間違えてる。ここじゃなかった。ここだとか言って堂々と入れたら違った。あ、糸割りしてる。このね、ここの間に入れたいんですよ。でちょっと足はこっちなんだよな。いけてないってなっちゃうんですよ。どうかな。いけました。で、まだ1目なので、またこれじゃなくてベージュに持ち替えて1回。そしたらこのオレンジのとこにはベージュ入れます。オレンジのとこになるとね、ちょっとこれややこしくなってて、ちょっと後ろ見ますけど、これね、頭だけオレンジなんですけど、こうやって生えてるのが足なので、足だよね。はい、だからこっちから出したいんですよね。難しかったらもう成り行きで出るとこにしちゃおうと思ってるんですけど、ここの間に入れて、これだと今足の間に出ちゃってるので、このちょっと開いてるこれをね、こっち側に寄せておきたい。はい。で、またオレンジか。この繰り返しでだいたいね、糸が絡んでくるので。で、オレンジ。で、次またオレンジ。これはあっさりいけた。そしたらベージュに戻す。そしたらもう一回ベージュが1回3回続くので、出番が少ない方は這わせてますね。3回いってきます。ちょっと這わせる沿わせるずっとここで笑ってるんですよね、私しっくりきてなくて。で、沿わせてるのでちょっとオレンジ見えちゃってるんですけど、なんとかね、こう見えづらくはしようと思いつつ見えちゃってます。はい、特にこうすればいいよってことないです。で、こっちの方は逆にちょっとこのねベージュがすごいこうやって糸が割れちゃうんですよね。ベージュからオレンジに行く時って、この後ろを見るとさっきと逆のことが起きていて、ベージュに対して足がオレンジなんですね。これ見えるかな。これそれがちょっと分かりづらいかもしれないです。なのでベージュの間に入れて、今足と足の間に出ちゃってるので、まあいいんですけどね、真ん中でも。これでね、いっぱい糸割れして変になっちゃうよりは、潔く入るところに入った方が綺麗かなとは思います。はい。で、またベージュ。で、次。ベージュで置いて、オレンジ。でベージュでまた3回はベージュでいけると。でその間にオレンジは一緒についてきてもらってます。後ろにね。よいしょ。で前段のオレンジも沿わせてきてるので、今ね下に置いてます。ちょっと伝わるかな。今足の間から出して、この沿わせてきているオレンジは下に置いてる感じです。一緒に拾ってないって言えばいいのかな。で最後3目目のところはまたオレンジに変えて、でこういう感じ。だんだんと模様が出てきてますね。でこれをまた1周やっていきます。3目111、3目111で、ちょっと休憩しながらやらないとね、私絶対間違えるもんなので、優しい気持ちでやっていこうと思います。ではまた最後の方でお会いしましょう。3段目の最後の方まで来ました。今最後のこのブロックに向けてこうね、まずここは普通にベージュで、ここで糸変える、はい、そしたらこの手前のところ、このオレンジの手前のところは次オレンジ。なんかクリップがいっぱいあるな。で押したらまたすぐにオレンジ置いてベージュに変えて引き抜く。でオレンジの上はベージュ、これ
オレンジの下、ベージュを左に寄せたい。こう、はい、でまたここでまたすかさずオレンジでラスト、これラストの目なんですけど、でこっち最初、こっち最後ね、最後の目にはクリップ取るか、オレンジでフィニッシュすれば合います。はい、でまた終わるところで次が何かによるので、今こうやってきて、ここですね、こことここが終わりかけで、またひっくり返して、この4段目3目の15って書いてあるところを見ると、あ、次もオレンジだわ。オレンジ続くのか。あ、はい続くので、とりあえずこのまま引き抜いていいことになります。で今最後の目完成で、4段目にそのままいきます。4段目はなんかさっきまで違うの編んでたのでなんか中長編みの癖をしちゃう。このね、ありますよね、この手の癖。ずっと中長編みとかさ、長編み編んでるととりあえず引っ掛けそうになる、どうでもいい話なんですけど、ここは普通のシングルクロシェなので、でこうで次はこれを見ると、もう一回出てきて一応、やったらまたベージュ1個、さっきと同じかの逆になってるんだ。さっき前段と同じペースだけど逆なので、これは置いて次ベージュに変える。で本当に分かんなくなっちゃうので、ちゃんとクリップはつけていこうと思います。今1目目オレンジで、2目目ベージュですね。2目目ベージュで、次3段目がまたオレンジになるので、このベージュは別に絡みたくない。オレンジに変えといて、3目目オレンジで、またベージュなのでこうかな。でそしたら、今ここに来たので、3目ベージュ、3目ベージュ、オレンジベージュ、オレンジ、3目っていう繰り返しですね。なのでここはこの三角形は全部ベージュか。合ってるかな。ここは全部ベージュベージュベージュで、オレンジベージュオレンジか。OK。これはどれが頭なの、あなたは。これか。ベージュで、この3回目のベージュの時に、で足はこっちに行ってほしい。この時に今まで巻き込んできたオレンジに変えます。でオレンジでベージュですね。ベージュ、またちょっとここは忙しい。ベージュいったら次オレンジで、またオレンジやったらベージュ。そしたらここの3つは全部ベージュなので、オレンジは横に這わせて次の出番を待たず、2、でこれ3目目の時置いてって、でまたベージュオレンジ、オレンジベージュオレンジか、ベージュオレンジベージュ、じゃあっていうのをやっていくと、この三角形がだんだんと大きくなっていきます。もう一回だけやる。このベージュは巻き込めたくない。いいのか。でここでベージュ、とか言って、これがまた足はオレンジになってるはずなので、ここから出したい。でこの三角形の両端がオレンジって思えばいいのかなとか言って、自分で考えた模様なのに。覚えやすい覚え方でルールを決めてね、進めていくといいかなと思います。これ
でまたオレンジで1個編むと、ですかさずベージュ抜き。はい、これがだんだんとこうなってきました。でまた4段目も1周してきて終わり頃でまたお会いしましょう。はい、4周目をあらかたやってきました。こういう感じの模様がだんだんとできてきました。で次ラストが5周目はここの頂点を作る感じですね。の前に今最後の最後なので、4の最後はベージュで終わります。ベージュ3回で終わりなので、ほいさもうちっちゃくなっちゃうんですよね。こうやってね、これ気をつけなきゃいけないんですけど、でこのピンクのところにベージュを入れて、なんでこのベージュここじゃないよ、ここにピンクに入れて足の下から出して、で終わる時に次はどうなるかというと、5周目に入って1回ベージュ挟むので、はい、手割りしてる。これで最後が終わりました。で次5周目。5周目はもう簡単。1回オレンジ入れたら5回ベージュして1回5回っていうのを繰り返します。で最初だけに1回が入るので、ここか、最初の目だけベージュで、次はオレンジなのでオレンジに変えときながら1目目を作って、でこの1個作ったのは帰り4つ作ることで合計中が5になって、次からの5回ベージュと合う感じになりますね。はい、でこの模様のこの頂点、こことここの間のベージュのとこに今度はオレンジを入れていく作業になります。で1回の時はねちょっと世話しないんですけど、抜く時は違う色に変えといて、で次しばらくはベージュでいけるので、よいしょ、左に出したい。よし、左に寄せたいか。わー、糸割りしないで。うわー、ちっちゃい騒がしいな私。3、よいしょ。で、ここも糸割りしちゃいますね。糸割りしちゃってるわ。よいしょ。頑張れ。割れてんのよね。よし、1、2、3、4。もう一回か。もう一回オレンジまで行って、この子オレンジが頭で足はベージュですね。おいよ。そしたらここでこことここの間だけオレンジが入るので、ずっと沿わせてきたこのオレンジというか、だんだんと今度はピンク色になってきましたね。ピンク色に変えて1目だけこのピンクで、1目だけなのでもうここでまた落としてこのベージュに戻す。はい、そうすると頂点ができました。でそれを繰り返していくと、この柄が完成する予定なんですが、ここで見てるよりは横長になりますね、ちょっと。でも可愛いわとか言ってなんかこうジグザグ編みだし、アップにするともうこれ自体がハートっぽくて可愛いかなと思います。で、そうでね、これがねだんだんと形ができていくにつれて、見て、今から引っ張ります。見て、この伸びなさ。この下は伸びる仕様なので全然伸びるんですけど、この編み方はねやっぱね伸びないんですよ。なので、この編み方をするとどうしてもフィットした形か、緩くてもいいんですけどストレッチではないセーターにはなっちゃいますね。でもこの編み方でしかできない可愛さがあるから難しいんですけどね。なのでこれをやっぱりね全部この編み方でやっちゃうと、なんか四角い、なんかがっしりしたかっちりって言うといい感じだけど、なんて言えばいいの、
ゴワゴワというかセーターにしてこう柔らかみのないものになってしまいそうなので、この模様が終わったら、もうちょいしばらくねまだ模様は続くんですけど、この部分が終わったら真ん中は違う編み方にしようかなと思ってます。そうすると分厚さちょっと変わっちゃうんですけど、まあいいでしょと思ってます。今のところ入ってない。なのでしつこいようですけど、そしてできてないんですけど、優しくね、優しい気持ちで編むのがやっぱ大事ですね。特にこっちのベージュの糸の方が細いからちっちゃくなっちゃってるんですよね。でこうやってね目が入りづらいんだ入りづらいのを強引に出してくるから糸が割れんだね。割れてますねへとか言って、やめて入れてる時点で割ってんだ。もっとこっちだった。割ってる。これも割ってんな。ちょっとちゃんとかき分けてやっていこうと思います。で一周して、この色自体はめっちゃ可愛いな。こうやって眺めながらのんびりと進めていこうと思います。で、5周が先に言っとこうかな。今ねこの5ラウンドが終わったら、とりあえず13、今こう13上から数えちゃったんですよねこれ。だから6、7、8で、ここでようやくハートマーク出てくるんですけど、6、7か2段だけはずっとベージュで編みます。で8段目から1回だけこのハートのこの先っちょを入れる予定です。とりあえず5段目5周目が終わるところでまたお会いしましょう。5段目を1周してきました。最後のところ今下のなんて言うんだ、オレンジ系のところの真ん中にオレンジ入れて、最後はベージュを4回やります。4回やると最初、これが最後の目でこれが最初の目なんですけど、最初の1目と合わせて4目、ベージュが入るので数が合います。でね、このピンク、オレンジ、夕焼け系の色が毛糸こんなもんなんですよね。でもこの後2段1回これ使わないので、切ってもいいけど切るにしても短いので、ちょっとここで1回放置して後で考えようと思いますので、ここから巻き込まずにいきます。爪がさ今ちょっとめくれてて、爪でカシカシできないんですよね。この子オレンジのなのにこんなちっちゃくなっちゃってて、何も変わらず最後4目で終わらせます。ちょっとちゃうか。2、3、4で今最後の目入れて、5段目が終わりました。で6段目6周目6段目この模様とこの模様2種類で作っていて、で1回2段くらい開けたいなっていう気持ちで開けます。なんですけど、このね巨大ハートを1個入れたくって、この巨大ハートはこのねちょっと早めに出るので、さっきもお伝えしたんですけど、とりあえず2段は何もなくて、その次の段からこの1個が入ってきますので、編み方も同じ編み方でいこうと思います。伸びない編み方なんでね、あんまり段数をしたくないんですけど、途中で変わるのも変なので、ただこのベージュの方が細いのでキュッてなりがちだから、本当に優しい気持ちで編んでいこうと思いますっていうのを今自分に言い聞かせていきますね。なので皆さんとお会いするときはこの、6段7段やって8段目かな、8段目に入るところで一回お見せして、8段目もハートの1個部分が入るだけなんで大きな変化はないんですけど、
まあとりあえず行ってくるか。では2周してきます。6段と7段目をやってきました。6周目7周目をやってきて、可愛くないですかこれ可愛いぞ、可愛い次回持参ですよねこれ。この編み方だけのセーターでも可愛いですよねこれ。こういうね、ジグザグの。ただねこの編み方がね伸びないので、全身にこう全部の柄にしちゃうとなんかボディスーツなんていうのアーマーみたいになっちゃいそうなので、下だけにするんですけど、そんなことどうでもいいんですけど、6、7やってきて、次8段目に入ります。で8段目もしばらくはここなんですけどね、この11っていうところを見ていただきたいんです。しばらくはずーっとベージュなんですよ。でも後ろ振り返ると途中で1回だけオレンジ系が1回だけ入って、でまたベージュブーっていくんです。でそれがこう見たときに何目目だっけ、68目目なので、ずっとまだベージュやっていって、でこれがねここ68目目、ここで1回だけオレンジ入れるので、もうやり方あんま変わらないので、グーっていってここでまたお会いしようと思いますっていうご連絡まででした。でここからようやくここだけハートになって、あとはこの十字柄、これがうまくいくのかわかんないけど、この柄を仕込みたいと思ってるので、まずはここまでいきます。はい、ぐーんってやってきて、60何目だっけ、8目か、68目の手前ぐらいまで来ました。ずっとねお伝えしていることとやり方が変わるわけではないんですが、ここからねハートの端っこを始めるので、ちょっと一緒にいければなと思って。目がちっちゃくなってる。今手前のとこ入れて、でここで糸変えます。でこのね糸、これがね間もなく終わるんですが、さっき最後に使ったとこにくっつけっぱなしだったんですよね。でここからはねもうここ嘘しばらくはここでしか使わないので、巻き込まずにいこうと思います。よいしょ、一回汚いな一回ちょっとこんなもんで切って、この残りのこの糸でどこまでいけるか、とりあえずこれを使いますね。当てて、抜くだけほいで、ちょっとこれもで、ここの私のヘアピンのところに突入します。まずは本当に1回だけですね。ここしつこいですけど、足を左に寄せてます。でこれちょっとこの子巻き込んどこうかな、落ちないように。でこのもう抜くときにすぐにこれに変えるんですよね。こうで次の目にも針入れてみて、ここにまたちょこんと1目だけできました。で今お伝えしたように、これまたピンクははい、しばらくはこのハートでしか使わないので、ここに置きっぱなしにしといて、次のここでまた拾ってっていう感じにしようと思いますので、私は今これ何段目ですか、8かな、8だとして8段目の残りはまたベージュでキューッとやって、9段目の説明の時ですね、次にお会いしようと思います。ちなみにこれ裏もなんかちょっと可愛い感じになってますだから何っていうね。はい、じゃあまた1段やってきます。8段目を、ハートここで1個作って、ブーっとまた終わりの方までやってきました。で次9段目です。で9段目もしばらく、ここが今ピントが合ってるとしてね喋りますけど、8、9書き直せばいいんだけどね8、9、10、10まではベージュがずっと続くんですよ。ただ、ここの段階でこの60何目の後半でだんだんハートを作っていくので、次はさっき1個だった両際にもハートが増えます。2段目なので67、68、69目まで
ずっとベージュでやっていくんですが、もうね、一回、ここにハートがあるので、この両際のね、こことここにオレンジ系を入れればいいだけなので、それまでこのベージュでずっとやっていこう。暴れ回ってる。やっていこうと思います。で、これ最初の1目。きつくなるとこ注意して、これで始めて、続いてここでお会いします。9段目のハートの手前まで来ました。今2個前か。2個前で1個前か。1個前のところで糸を変えるので、ここに入れたら最後ここはくぐらずに、このベージュをかませようかな。さすがに3段あるのでちょっとかませて、このね、ピンクがすごい横断しますがしょうがない。で今糸変えました。で、ここから3つをピンク、オレンジでやっていこうと思います。頭がベージュ、足がピンクになっているので、このピンクのムチムチした足は寄せて出す。で次、ここ2個目。今度頭がピンクってなんかかわいいな。足がベージュですね。で、最後。ちょっときつい、ここは。全部ベージュのこの最後の3つ目のとこで、またこの、派手派手の方は置いといて、寄り添ってきたベージュに変えて、今3つできました。そしたらまたこのベージュで果てしなき道のりを始めていきます。でね、今これが9段目で、10段目もね、しばらくずっとベージュなので、びっくりしてかわいい。今この3つのとこが終わったんですよね、ここ。で、次ここ3目のとこ次5目にするんですけど、5目のところもまだ他は全部ベージュなので、ベージュなので、次の段も同じようにぐるーって一周して、ここでお会いしようかなと思います。なので、これが今段の変わり目マークなんですけど、ベージュで9段目終わらせて、ベージュで10段目始めて、ここら辺、この手前でまたお会いしましょう。9周目をやって今10周目のここまで来ました。で、ここからまたハートを増やしていこうと思います。次は1目、3目の次なので5目ですね。5目いきます。で、この直前の、なんか目がちっちゃくなっちゃってる。直前のここ入れて、ここで糸を変えます。で、ベージュは、巻き込むか。でね、ちょっとこうやって渡っちゃうんですけど、ぐーって。これしょうがないかなと思って、よしとしてます。ここがね、突っ張られずに、かといって短くならずに、適正が難しいよね。で、この糸も巻き込みつつなんで、やること多いんですけど、糸変えて、ここで、ちょっと足が分かりづらいか。これ足どこ行った？あ、全然下だった。こうか。で、1回。で、これどうしようかな。今、頭、足って出してるんですけど、この子ちょっと絡ましちゃおうかな。で、2、3回目。3、で、4。頭がピンクで、足がベージュですね。よいしょ。なんか落ちてる。怖いもん。後ろの方でパサッていう音が。でも今はこれに集中してるんで。はい。で、4。で、もう1個いきますね。で、5。で、5の渡るときに、ここでまた置いていって、ベージュでくぐります。で、次のもやっていこうかな。で、3段目、ハートの3段目ができました。そしたら今10段目が終わって、
わってないね。こうやって最後までいったら10段目が終わって、11段目になると、今度違う模様のね、ここですよね。この下のところがちょこちょこ入ってくるので、ちょっと忙しくなります。で、この糸はもうなくなっちゃうので、ここで置いといて、ここかな。この次の段行くときに、また糸を絡ませる準備をしようと思います。この子に次の玉を用意してね、行こうと思います。とりあえず10段目を、これで終わらせてこようかな。はい。これはちょっともったいないけど、使うにはあれだし、使わないにはあれだしっていう感じなので、後で考えよう。でちなみにこれキツキツなのでちょっと不安を抱えて上からかぶってみたら、とりあえずちゃんと入りました。よかった。ので皆さんもこの編み方ね、あんまり伸びないキツキツになるのに怪しいなと思ったら、一回セーターなんでね、上からかぶる人が多いと思うんで、下からは首があるからね、ここがちゃんとその一番太い部分、自分の、ウエストなり胸なり肩なり、肩はこうやってとか言って画面外でやってます。片方ずついけるけど、自分の一番分厚いところがちゃんと入るかどうか確認しながら、進めていくといいかなと思います。それはさておき、10段目を終わらせていきます。10段目が終わりました。はい。10段目、ハートの下部分。で、11段目に入るんですが、11段目から、また新たな模様を入れていきたいと思います。で、これがね、こんな十字っぽくなんないかも。このなみなみも実際横っぽくなったの、なったので、十字もね、もしかしたらペローンって横長になるかもしれないですが、入れていこうと思ってて、十字の入れ方はまず下のポチョンポチョンポチョン1個ずつ入れていきます。で、基本的にはベージュ5目、オレンジ系1目、ベージュ5目の繰り返しなんですが、最初だけ4目でいきます。で、4目ってことは最後は1目っていう感じにしましたので、4目まずいきますね。でねとか言って話関係ないんですけど、この赤が今ここで終わってて、これ2玉目が終わったんですよね。ここで1玉と2玉目に入ってて、で2玉目終わって、で3玉しか持ってなくっていける？あれと思って、勝手にいつの間にか5、6玉持ってるテンションで考えてたけど、そして意外とここでめっちゃ使っちゃったから、今慌ててます追加購入した方がいいかなと思いながらね。で今1、2、やだ1、2、3、4つ目いったので、ここでこの新たな玉に入るんですが、その玉が途中使ってる玉しかなかったんですよ。でそれを出してきます。はい。これサンプルでね、ちょっとハートのとこだけ編んでみたやつに使った残りを、とりあえずこのハートは本当はもう何でもないんですが、切っちゃうか。でさらに足りなかったらこの子も犠牲になるかもしれない。お見せしとこう。今ねこれが編んでて、下から編んでるんですけど、背中の後ろ部分にまずハートちっちゃく、腰の部分につけたくって、それをこういう形とこういう形の、何が違うかパッと見わかんないし、一緒に見せらんないんですけど、こうなっちゃうからね、どっちかにしようかなと思っていて、この編み図はこっちなんですよ。1、3、5、7、9で、9マックスにして9が3段。どっちでもない。何を言ってんだっていうね。そう、9マックスにした後に、これね、もう一個奥深くえぐろうと思ってます。こうやってね。こういう感じ。ここもベージュにして、っていうのがこの、図。もしくはここをちょっと削ろうかなと思ってて、これも可愛いですよね。削ったら削りすぎとかいろいろ今考えてて、まだ決まってないです。
でこっちは最初に考えた案で、このハートはねだいぶ横っぽくなっちゃったんですよね。これもこれで可愛いと思うんですが、もうちょっとこう縦長の方がいいかなと今のとこ思ってます。それはさておき、話を本体に戻しまして、123、4つ目のところで、5目目でね、今回このベージュじゃないよ、もうオレンジ入れていきたいので、これ使います。波が変わるわけではなく、後ろに糸当てて、ここでくぐらせるだけ。で、基本は、ベージュは、まあいいか。とりあえず次行って、ベージュは置いてって、沿わせるんですが、なんていうのか、かませずに、赤をかませたいとは思ってるんですけど、何を言ってんだっていう感じなんですが、編み図に戻って、ここは1目だけなので、このくぐらせるときに、すかさず、このベージュ。で、くねくねしちゃうんですが、この赤をね、かませるところです。赤をちょっと上に上げて、いこうかなと思ってます。で、今度は、5個開けるので、5個ベージュでいきます。1回。2回。なんかさっきはね、オレンジ言ってましたけど、今はだいぶ赤っぽいですね。ので、赤って言っちゃう。故障がね、統一できない。1、2、3、4。すごい後ろにバシッと出ちゃってますけど、まあいいでしょう。で、1、2、3やってきたので、この5目目のところで、またこの色の方に変える。ベージュは置いておく。で、また1目だけ。次の目。後ろで、足は左の置きたいからここ。で、こうじゃなくって、またここで絡ませたいんだよね。こうか。はい、で、また赤は沿わせてか、ベージュを5目進めてっていうのを繰り返していきます。で、目安としては、これで見ると、この三角のこのなみなみの一番下の部分と、この下の頂点が合ってればいいので、この編み図というか、編み図もどき見るよりは、もうここ見てね、5目やって、ここ合ってんなっていう感じでやっていこうかなとは思ってます。で、これで一周して、11段目ですね。やっていきます。はい、10段目考えてかと11段目ですよね。知ってます。11段目のハートのね、お伝えしなきゃいけないことを忘れてました。ハートが来ましたので、次は1、2、3、5目になります。これね、今んとこちょっとの作戦変更は考えてるんですけど、とりあえずは、5目。この段は5でいこうと思うので、7でいこうと思うので、しっかりして、今ここなので、こことここを増やしますよね。で、こうやって沿わせてきたので、こっちの新しい糸を使ってもいいんですけど、ちょっと、いいんだけどね。ちょっと色がね、濃いんですよね。で、ここちょっと余ってるので、一回チャレンジしてみて、無理だったら諦めていこうかな。こっちにしようかなと思います。無理な気もするな。はい。とりあえずやってみます。ので、1個手前で、このベージュは置いて、ピンクと濃い赤出す。だからとか言って。どうしようかな。これ足りやるって言ってみたからやってみようね。ちゃんと。ここまでいったら、この子じゃないんですよね。この子はまた沿わせっぱなしで。3本、2本沿わせたらうるさいかな。わかった。ちょっと変なことします。ハート半分、これでいってみて、あまりにも変だったら、変える戦法にしようかな。はい。で、ここ、やることはそうだ。ベージュも持ってきたいな、ここは。はい、1。
2、3でさ、ここら辺からバトンタッチして4、色明らかに違いすぎるか、5、次6か。ベージュも持ってきたい、赤も沿わせたいから、すごい後ろが強固なことになりますが、変かな。でピンク、どう思いますこのね、後半だけちょっともったいなかったので、この子を使ってみたんですよ。もう一枚いけるかな。諦めてこの色でここ全部合わせりゃいいんですよね。諦めるか。余計なことをせず諦めます。この子はもうずっと置いといてので、この赤でシンプルに斜めいきますね。からこのピンクは置いとく。でベージュは基本的には全部後ろに置いてったんですけど、斜めとかあるとさすがに多いので、こういう場合は沿わせます。こうやってね、ベージュを後ろに置いてってるだけです。3、4、5、足の間に出ちゃうから妖精、すごい爪が剥げてるのが人差し指から剥げますよね、ネイルって。人によるかもですけど、やっぱり一番使う指から剥げるんだな。はい。で最後、いつもここがキュッとしちゃうが、ここも頑張って入れて7、ここで、ベージュに変えます。やめてベージュに変えます。そしたら次はなんか米いいのか。この間は12345、12345いいのか、大丈夫でした。このピンクじゃなくて赤だけはわせて、一回ちょっとお見せするか。でこうなってきました。ここの段と明らかに色違いますが、それもグラデーションの妙ということで、今、ここの間も5目でよくって、ここも123、5目でいいんだね。まただから5目開けると1、ちょっと待ってね。1、2、3、4、5でここ、OK ですね。でまた普通に5目でこの赤1目、5目1目っていうのをやってって終わりまでいきたいと思います。で終わりのとこでお会いしようかな。ちっちゃくしちゃってる。これちょいちょいね、ちっちゃくしてるところにが発生しちゃうんですけど、そういうところの次の段は逆に優しくやっていこうと思います。1、2、3、4。でここか。5で5目やったので、ここでベージュは下に下ろして色を変える。でここでベージュは別にここは1目とかはね巻き込まなくてもまあいいかなと思ってるので、基本ベージュは巻き込んでないです。すぐにねまた復活するから。ちょっと離れると後ろに線が出ちゃうので巻き込んでます。で赤のところでベージュ、両方とも巻き込んだ方が綺麗にはなると思うんですけど、こっち側でね毛糸が絡みます。っていうのは言ったか何回かどんだけ絡んでほしくないんだっていうね。でここに来てこれ合ってるのでまた5目やってっていうので
最後までいきます。はい、11段目を1周してきて、最後ですね、最後のところが1234か。で、最後の前の5ですね。ここに5目目にベージュ入れて、で、ここでベージュ置いて、赤系で抜く。で、次の目は赤でやって、ベージュちょっと置いときた。はい。そしたらここでまたすぐにベージュに戻して、よいしょ。で、そしたら最後の1目は1回だけベージュが入れば OK なので、数が当ててよかったなっちゅうことで、ベージュでこの段を終わらせます。赤はね、添えつつ。はい。で、11段目が終わって。次、12段目は、この1個だった両際に赤入れていきます。なので、3回ずつですね。で、12段目、3回入れたら、赤3回、3回、3回、交互ですね。3回、3回をずっと繰り返して、ハートのところも、ここが変わります。で、ここをね、ちょっと、さっき見せたハート、これが近いのかな。これが1、3、5、7で、7の次を9にしてるんですけど、もうちょっとスリムになってほしい気がするので、斜めのところを2回やってみようと思います。ので、ここがちょっと変わるね。こだけ変えて。いきますわ。今最後に抜いて、絡んじゃうんですよね。よいしょ。絡まないようにしようと思ってても絡むから。よいしょ。で、これ1目目。とりあえずベージュ3回いきますね。1回目。2回目。あなたは関係ない子でしょと。2回目。で、3回目。ちょっと、そんなに私に糸端を丸め込ませたいと思ってるのかな。じゃあ、まとめちゃうぞ、君も。はい、で、この3個目で、ベージュ置いて、赤で引き抜く。で、そしたらこの手前に来たので、この3つを今度は赤の段にします。これね、糸巻き込んじゃうとどこまでがどこなのかわからないけど、多分ここ外れました。ここか。あたり。1回目。ベージュのね、足を微妙にこっちにしたい。2回目。で、3回目。この赤、巻き込んだ赤がちょっと邪魔だな。3。そしたらここでまたベージュを復活させる。はい。ですね。で、ベージュを置いていくとどうなるかというと、こういうのができるんですよね。で、これが嫌な場合は巻き込んでいくといいんですけど、なんか今まではね、結局交互だったから巻き込まなくっても大丈夫だったんですけど、さすがに3目離れた時は巻き込みます。なので、今ほどいて、ここをベージュに巻き込むってここに沿わせるっていうことですね。よし。沿わせる。で、この沿わせてきたベージュを、巻き込むときに、さっきから何回もやってる？しかもいろんな言い方をしてるから、わかりづらいかもしれないですけど、赤はこうしたいんですよ。ただ、ベージュの時は、何もしたくないんですよね。何言ってるって感じなんですけども。はい。で、3回またベージュ。なんか難易度が上がってきた。で、この巻き込んでる赤は、これもお伝えしたと思うんですけど、拾うか拾わないかを統一したくって、今回拾わないので、
このね、ピントが合ってなかったら泣いちゃうけど、この頭の下、今頭の下くぐって、でもここの赤は置いてきます。あ、くぐれてなかった。ここ。はい。で、一回。この赤のは置いてってる。3。で、今度ここで、ベージュはこのまま下に置きたいです。下に置きつつ、巻き込みはする。ベージュはこうやってやらないってことが言いたかったです。でもね、赤はこうやってやるんですよ。で、両方やった方が後ろは綺麗です。両方でもやり続けると、これがね、大変なことになるので、一回一回この画面外で毛糸の位置を変えなきゃいけないです。皆さんにちょっと画面があるかわかんないんですけど、そう、ちょっとね、ここじゃない作業が必要になる。だから、まめな方はね、一回一回変えた方が編み地も綺麗ですし、いいかなと思います。2、もう一回。3。で、3の時はもうすごい、ちょっと直しますね。で、赤は絡ませたいので上にする。で、ベージュに変える。こういう感じです。こう。はい。で、またベージュやってっていうのを繰り返していきます。これほぐしながらね。で、間もなくベージュが終わるので、このベージュの糸が終わるとこで、糸がえのとこでお会いしようかな。これ絡まりほどきつつ、進みつつ、次でお会いしましょう。ベージュの糸かえの前にハートが来たので、ハートもちょっと一緒にやろうと思います。他のところだと、これがね、ずっとやってきて、3つベージュ、3つ赤系、3つベージュっていうのを繰り返してきたんですけど、ここもね、本当は3つにしようと思ったんですが、ちょっとね、さっきお伝えした通り、ハートを、もうちょっとシュッとさせたいので、自分で描いたこの編み図よりも。なので、ここを1、2、3、4、5個開けます。5個開けるっていうのをちょっとお見せしようかなっていう。今、1、2やったので、4つね、4つ開けます。4つ。で、例えばここだったら頭があって、今足の間に出ちゃったので、そこでもいいんですけど、もう私今回は足を左に寄せるで統一しているので、ちょっとこの子左に行ってもらって、で、出してくる。で、ここで赤に変えて、で、このベージュは沿わせるんですが、ベージュの時はこうやってやらない。そのまま沿わせようと思います。で、ここから、さっきとこの前段と同じところに赤を置けばいいので、これは何も考えずにね、いきますね。1回。ちょっと早送りでここまでいきますね。最後ですね。足がベージュで上が赤い。で、ここ。で、また糸を変えます。で、赤にするときは上に持ってこうかなっていう感じにしてます。で、そしたら、ここの周りだけは、ここも1、2、3、4やって。で、また3、3、3、3復活させますね。この子は何の子？あ、残ってた。ベージュ目。なんかね、赤とね、今から言い訳をします。赤に比べてベージュの方がトゥルトゥルした生地なので、しばらくやった後にベージュをするとなんか抜け感がトゥルンって滑りますね。で、4つ。で、4つ目のところで赤にします。で、3つ赤やって、ベージュは添えつつね。これ頭ベージュ、足赤。結局どっちでも抜けるんかいっていうね。優しい気持ちで今私は自分に言い聞かせてます。
優しい気持ちでやらないときつくなっちゃうし、こうやって糸割れもするしね。2回目、頭赤、足ベージュですね。で3回目、全部ベージュがここは。でここで、ベージュにしてっていうのを繰り返して、で今度こそこの糸がえのところで一回お伝えしようかなと思います。この煮た豆に入りたいので、今赤3つ目のところでベージュが間もなくなくなりそうなので、ここで糸を変えようと思うんですが、これ今回こう交互にいってて引っ掛けてるから、ここでねこの糸のことは忘れて、ここで新しい糸に変えればいいかなと思ったので、そうしようと思います。本来ならねこの、シングルクロシェ細編みの最後のところで引き抜くっていうのをやるんですけど、でも同じことするのか。ちょっと今回色替えがあるので、この色替えのところで中から糸出してきました。すごいなんかね、ツルツル気持ちいい柔らかい糸なんですよね。だから滑る。で、特に特別なことはしないんですけど、この赤のシングルクロシェ最後、細編み引き抜くところをベージュにするっていうだけです。今これ新しい糸になって、たくさんの糸が混在してるんですけど、これがもういった豆のは置いていく糸。これが新しい糸なので、こっちはね、ちゃんと指で押さえておきます。で、この子も、次に持ってきたいので、オレンジって言ったり赤って言ったり、この子は絡ませたいのでちょっと上に上げました。引っ張っちゃった。で、次。この時に、間違えちゃった。こうだ。やることが多い。で、ここからまた3目は、ベージュ。よいしょ。ベージュ。また。トゥルントゥルンの糸だけど、褒めた直後にけなしますけど、糸割れすごい。ちょっと短かったけど、もうちょっと長い方がいいと思います。糸処理の時めんどくさいんでね。で、今3目来たので、このベージュは下に置いてというか、落として、この赤系オレンジ系に変えて、このベージュを単に沿わせる。よいしょ。やっぱ糸がえしたとことかだとちょっときつくなっちゃってますね。私がね、皆さんは気をつけてください。引っ張っちゃうとね、きつくなるんで。もう500万回ぐらい言ったかもしれない。その同じことを。ほら、なんか違うとこ行ってる。ちょっと厳しかったら足の間から出そう。はい。で、この3つのところで、もうちょっとですけど、ここまでいきます。12段目が最後の方に来ました。12段目の最後は、お見せするか。赤3つやって終わりになります。なんか、すごい暗い。です。で、今、これね、最後。今これが最後の目で、ここの3つ全部赤になります。またオレンジが復活してきましたね。足左で最後のところを入れたいんだが、次の段のことも考えたいので、次13段目いきます。13段目はベージュかので、ここでこの最後の目入れるところで、こんだけね優しいとか言ってきつくなってるんでね、目がね。ここで3目やったのでベージュに糸を変えますが、赤は上に持ってく。上に持ってくと絡まないと思うんですね。赤だけ持ってってベージュ系の時はそのままってやってると、これがねそんなに必要ないっていう私の理論なんですけど、多分合ってるで、すかさず今最後の目マークして
で、14、そぴょん、13段目に行きます。13段目は、このね、1、3の最後また1を作るところです。で、もうちょっと本当に暗い。どうしてだろう。基本的には最初だけ4で1で、あとは5151でずっと続けます。でハートのとこだけまたちょっと変わるので、そこだけ気をつけて、なので4154だけまあお付き合いください。また糸割りしてんじゃないの？よいしょ。1回目。よいしょ。2回目。すいませんね、皆さんにこのずっとこの何とも言えないちょっとこの不器用さをね披露して、これ何？あれとかなんかさ、自分でも思うんですよね。チュートリアル動画ではないんですよ。それはね、私自分で認識してるんですよ。で、人様にね、何か教えるような技術に行ってないのはわかるから、でもこう、なんかあんだのをお見せしたいんですよ。人にこの場合も見てくださってる皆さんにね。で、なのに、だからうまくないって分かってんのに、楽しさを共有したいだけなんですけど、なんか便宜上ここで3目編みますとか、ここで糸変えますとか、なんかこうさもプロかのように喋ってる自分が面白いというかおかしい。なんか私のスタンスって何なんだろうと思いながら見ても楽しいので続けてます。1目4目きました。この目めっちゃちっちゃいで、4目やったので糸変えて、で1目だけこの赤系で、1目だけなので上だよね、上にしてまたベージュに戻して、そしたら次からは、12345目ベージュで1目赤っていうのを繰り返していきます。でまたハートのとこでお伝えしようかな。ハートのところが、ハートでお伝えすりゃいいかね。のでハートまでこのベージュ5赤1っていうのを繰り返していきますね。でこの糸割れとね格闘しつつ真ん中に入れちゃえ。1234あてこうか入れて、でまたオレンジ復活。よいしょ。でこっちでこっち、でベージュっていう感じでブーっとここまでいきます。はい、13段目をハートの近くまで来ました。もうちょっとですね。ハートの、前後は、13段目は4つ開けて9つハートいきます。で4つで、そこからまた1515に戻ります。で今ベージュをね1個やってあるので、あと3つですね。ハートに近づいていきます。2、3で4。そしたらここで4だよね。はい、糸変えてオレンジちゃんで、ここ変になってる。まあいいでしょう。ここからハートが両際増えますね。なんかこういろんなことが起きてるな。ってことは頭どこだ。ここでいってみよう。でハート9ついきます。2、4、5、
7。あ、すごくオレンジ。8。なんだ。なんか落ちた。で、9いきます。で、最後9。おりゃとか言って。やっぱ割れちゃうな、糸が。はい。で、ここでまた糸変えますね。オレンジの時は上に重ねると、ここがね、絡まずに済みます。で、こう。はい。そしたらハートがちょっと増えました。で、ハートの後はまた4つベージュ。4つベージュね。1回。2回。で、3回。3回で、これ頭、足オレンジか、これは。ここ。はい。3回。で、もう1個。4回。で、ここで糸変えて、ここの頭のとこだけ、これにするけども、ここでまた糸変えて。で、またベージュを、5つっていうのをやっていきます。そうすると、これが出てきましたね。なんとなくこう十字っぽいマークとハート。で、この後半もやっていきます。13段目の最後に行きました。13段目最後は、この十字のね、今、オレンジが終わってベージュに変えて、最後ベージュですね。ベージュ締めです。こうやって、クリップ取って。で、これベージュでいっていいのかな？はい。いってよかった。なので、このままベージュで引っ張って、13段目終わりました。そうすると、この十字マークはね、出来上がりましたね。で、ハートが途中。ほんで、今ここができたので、この後、しばらく少なくとも3段はずっとベージュでいきます。で、ハートのとこだけまだハートでやることがあるので、ここが3段分ね、をやります。ので、ここまではベージュでいって、ここでお伝えするっていうのを、14、15、16とやっていこうと思います。なんか、あれみたい。なんかさ、こういうゲームのさ、色がどんどん変わるの。なんて言うんだろう。ドット絵みたい。はい。一人で興奮して喋っちゃいましたが。なので、ここら辺までベージュをひたすらやっていきます。14段目のまた、ハートに近づいてきました。ここまでずっとベージュでやってきました。ので、一回、この明るい方の赤系の糸を切っていたので、もう一回ここだけでつなぎ直して、で、またここで使うっていう感じにしようと思います。で、14段目は、ハートのね、この2つの、ここ、切れ目を作ります。ここね。なので、4回やって、1回ベージュ挟んで、また4回ベージュになります。なんかここに書いてあるけど、やめてますね。はい。4、1、4でいきます。で、ここで止めてるとこうやってね、きつくなっちゃうんですよね。ので、ちょっともう一回戻りますね。オレンジまだだよ。その1個前がきつくなるっていうね。よいしょ。ここ入れて、でやって、ここの最後ですね。ここで糸変えます。よいしょ。間入れて、足。このオレンジ足を左にやりたいよ。はい。で、ここで、ベージュはとりあえず置いといて、またオレンジ味が復活したこのグラデーション毛糸、後ろに当てます。最後、よし。1個手前で引き抜くときに、オレンジに変えておく。ちょっとキュッとしてね。で、こっから、4目か。4目はオレンジでいきますね。ベージュは真ん中で使うので、挟んでます。1回目。で、ちょっとキュッとして、こっちもキュッとして。これ、ちょっと浮いてるから1回だけ、巻き込んで、固めときます。で、2個目。取るとこは相変わらずです。足の
頭の下、足を左に寄せてます。ちょっと割っちゃった。2割ってる。あ、もう入るときに割ってんな。23で4、ここ。はい、そしたら今度はちょっとこっち見えてないと思うんですけど、真ん中を作りたいので、この4つ目のとこで、ベージュに変えます。でベージュで1回だけやる。すぐ戻っちゃいますね。ベージュ1回入れたら、このオレンジはでまたこっち引き抜くときには、オレンジに戻しちゃいます。でまたベージュを添えて、オレンジ、オレンジ、オレンジ。でこれ最後の時に、オレンジはちょっと上に上げて、ベージュを引っ張る。はい。そうするとこのハートのね、最後のところが出てきました。で、これが今14段で、15段目も同じにするのかな。ですが、一応ね、まあ何も変わらないんですけど、ぐーっと一周やって15段目一緒にやりたいんですが、これをね、この糸端をどっちにしようかなと思ってて、切るかな。一番綺麗にまとまるのは切ってまたここでつなぐ。もしそうしないと、今日ここにある糸を今度ここで使うので、切るわな。後で切りますね。これちょっと糸処理がめんどくさいとこですね。そこまではこのベージュでね、きつくなりすぎないようにぐんぐん進んでいきます。ので、もうオレンジはベージュずーっとやっていくので巻き込まずっていう感じですね。はい。もうちょっとやっちゃおう。こんな感じ。で、15段目のまたこの辺でお会いしましょう。15段目15段目をハートまでやってきました。15段目の景色はこういう感じになります。この上に2段ベージュが入っている状況ですね。でこっちがまだね14段目なので、こっちまだ1段だけっていう状況です。でハートは14と前段とね別に変わらないんですけど、一応ね変わらないです。だからはい変わらないんです。で足を受けてでここでオレンジベージュをオレンジにするんですが、これがねこのままこうやってやっちゃうと後ろにこの B って残っちゃうので、後でちゃんと糸始末しますので、ちょっとたるませて、こう切る分でねたるませて、今はめんどくさいのでそのままいこうと思いますので、ここで抜く。たるませてるから大変なことになってるけど、でベージュはベージュで塗っていきたいので、こっち来てもらおうか。でもこっち来てもらうんだけど、私のルール的にはして、とりあえずこの前のベージュたるんだままですけど、とりあえず一回オレンジやって落ち着かせますね。よいしょ。でここねキュッキュッとして、ここちっちゃくなりすぎないようにして、オレンジは今回こんだけたるませました。そしたらねここ後で切って、糸始末しやすいかなと思って、で1回目とちょっとねやることが多くなっちゃうので、ここではオレンジの糸始末はせずにベージュだけ寄り添ってもらってます。で前段と同じことをすればいいので、ここ4つやったら4つ目の時にベージュにして、
5目目を1回ベージュですぐ変えるんださ。こうだねえ、こうこのグラデーション毛糸はオレンジがメインなのかな。割とオレンジの時間とか言ってなんか喋っちゃったからベージュ置いてきちゃった。お忘れなきように。ベージュは持ってきますね。持ってくけど上に上げないだけでした。こうか。はい。なんかオレンジのね時間長いですよね。かわいい。でも多分オレンジの中でも微妙にグラデーションがあると思うんですけど、ちょっと何回やっても糸が引っかかってる。今回ほどなかなか糸割りし放題なこともないな。はい。でこうなりました。でここでオレンジの時はこうですね。ちょっと失礼。何絡みしてんの。はい。オレンジの時はこう上にかぶした感じでベージュに渡らせて、言ってもねまた使わないのでここで後で切んなきゃいけないんですけど、とりあえず1回ぐらいだけど止まってこうなりました。はい。そしたらまたベージュプワーっとやってって、今15段目をやってるから16段目でハート2個2個作ったら1回ハートが終わりますね。なのでまた1周してきてこのハートのとこでお届けします。16段目を途中までやってきました。こっちベージュが3段できてますね。でこっちはまだ2段15段の方なので、最後のハートのとこは、この4つ部分を2つかな2つにして完成させようと思います。とりあえずいきますね。毛が挟まってた。ここなんかすごい開いちゃってる。で今まではここで糸を変えたんですけど、もう一個先に行きますね。ここ入れてここ、そしたらここで次の2目用の、オレンジを仕込みたいので、またここがたるませてちょっと大変なことになりますが、同じぐらいたるませて押さえて抜く。でちょっと固めたいのですぐ次いっちゃいますね。ここを入れて、でここまでいけば固まるので、ベージュはベージュで挟みたいっていういろんなね欲求が。で入れて、でもう一個、はい、このちょっと待ってね、この2目目のとこでまたベージュ引き抜くときにベージュにしときます。でまたベージュを今度3つで、この時は絡ませたいけど、でちょっと絡ませるけど下ね。ベージュで3回かな、3回いきます。2回、あともう1回、はい、3回やったらここでオレンジじゃん、ちょっと私の小指に引っかかってきて、こう、はい、で後ろにベージュは沿わせてます。沿わせたままオレンジまた2回、1回、次2回で、ここでベージュに戻す。でベージュをちょっと 1,2 回やってからお見せしようと思います。もう1回ぐらいやろうかな。オレンジはもう置いてっていいや。今ね一応固めたくてオレンジを巻き込みましたが、もうこれ以上はいいので、はい、
よし、こうしてここのハートができました。こうですね。ちょっと近づくとボコボコしてるので、これこういうとこを引っ張ってね、こういうのも引っ張ってちょっと綺麗にしようと思います。なんかレゴのハートみたいです。で、この後はもうベージュでもう一段だけやろうと思っていて、この編み方で。で、ここの柄を終わりにしようと思います。またそこでお届けしようかな。で、この質感伝わるかな。結構ね、硬いです。こっちふわふわなんですね。こういう感じで。こっちはちょっとね、硬い。後ろもちょっと可愛い。硬い。ので、このままやってしまうと、結構硬いっていう、何回か言ってますけど、甲冑みたいなセーターになっちゃうと思うので、真ん中の部分、この柄のない部分は違う編み方をしようと思っていて、一応もう決めてはいるんですけど、それでいけるといいなっていう感じです。だから次はね、もう一周して同じ編み方でこのハートの上1段やって17段目をやりきってお会いしようと思います。はい、17段目終わりました。これ後ろですね。後ろはこういう感じでハートが完成しました。で、ここからは編み方を変えて、ボディをやっていきたいんですけど、ここもボディですけど、ちょっとね、この模様にかかる8センチかな。模様が8センチになったので、また胸あたりでね、模様を出したいんですよ。なので、これで8センチかかるっていうことを覚えておきたいと思います。で、ここからしばらく、すいません、お届けしておきます。これね、このざっと描いたの、今ここを作り終えたんですよね。で、後ろこれね。で、ここからしばらくは模様がなくって、で、またここでね、模様を出したいんですが、ここ8センチぐらい必要っていうことと、この間は違う編み方、ちょっと伸びるやり方で調整しようと思ってます。で